はいさあママさん、今回もよろしくお願いします。前回はですね、ママさんご出身の鳥堀で、青年会のね迫力、皆さんメンバーの頑張りともう伝統ある旗頭も見たんですけれども、最高でしたね。今回は何を見るかな。今回は首里城の世界遺産の首里城の復興の方と、あとは首里の城下町を散策したいと思います。やっぱりね、世界的に有名な首里城、2019年の火災で、もう本当に皆さん大ショックだったと思うんですけれども、同じ年にね、なんとパリのノートルダム大聖堂ね、火災にあって、本当にもう大悲惨だったね。今もう修復活動してるじゃないですか。再建完了が2026年、もうちょっと先で、今は現在工事の一部が見学できますので、今日もねそれと城下町をもう見て回りたいと思います。任せてください。はい、じゃあ早速心強いですね、早速行きましょう。せーの、レッツゴーヤー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。沖縄本島南部、那覇市に位置する首里。ここはかつて琉球王国の中心地として栄え、政治・文化の重要な拠点でした。その象徴である首里城は14世紀後半頃に築かれ、琉球王国の繁栄を物語っていました。しかし、2019年に発生した火災によって首里城は大きな被害を受け、現在、琉球の歴史と文化を未来へつなぐため、復興への取り組みが進められています。街並みに漂う歴史と復興の空気がどのようにお二人に響くのでしょうか。なんか沖縄の雰囲気がありながら、赤瓦とかでカフェがあったりとか、いろんなものがあって、こちらにアートギャラリーとかもあって、首里城の南側に竜丹って呼ばれてる池があるんですね。そこに面している通りなので竜丹通りって言われてる。じゃあもうこの辺が昔この首里城、王朝時代だったりとかで、城下町っていう感じですね。いやでも楽しいですね。本当にいろんなタイプのお店があって、いいな。昔と比べて結構変わったんですか。変わりました。昔はね、そこまでその景観を統一しようっていうのはあんまりなかったんですよ。今こう新しくなってきて、綺麗な赤瓦がここ並ぶようになってきました。じゃあ伝統な沖縄スタイルを保ちつつ、観光客でも来やすく、いろんな店も受けて、お食事できたりとか、遊べたりとかする感じに整ってるんですね。ジリさん見てみて。首里石鹸もある。そうなんですよ。首里にもあるんですよ。水サボン。水サボン。サボンってフランス語ですよ。水はね、首里という意味ですよ。そうなんだ。サボンはね、フランス語で石鹸。首里の石鹸ってことですね。そうなんですね。このね、水サボンさんはね、昔クリスタルさんと本当に番組スタートの頃に国際通りの方に行ったんですね。水サボンは首里で生まれた石鹸ブランドです。僕もね、実はフランスに帰る時にいつも親にお土産で買って帰るので、今日もちょっと買っちゃおうかな。私も買っちゃおうかな。いいね。行きましょう。これすごい。これどうするんですか。挟むんですか。ちょっとでいいですよ。ちょっとでいいですよ。おお、すごいすごい。すごいすごい。欲しい欲しい。わあ、気持ちいい。超気持ちいい。わわ。できた。めっちゃピエロみたい、ピエロ。竜丹池、竜丹ね、竜丹池来ましたね。ここがさっき言ったんですけど、昔水源だったりとかいうところだったんですけど、このね、水があるところに出ただけですごい涼しい風が、もう秋でも沖縄はまだまだ暖かいからね。ここに出たらやっぱり風を感じて、この素敵な景色で、もう昔ね、
首里城にお城に住んでた方々にこんな素敵な景色でこの周りできっとゆっくりされたりとかしてたんですよね。さあここね龍潭でねもともとこのもう一から池を楽しみながら首里城も見えてたんですけれども、今がその建物がね、その建物の中、あっちに見える建物の中で工事されてるんですね。復興作業が行われてます。そうなんですね。ママさんほらこの辺の出身なので、そうですそうです。もうこの辺のご出身の方として、この葛西のニュースを見られた時やっぱりもう泣きました。当時妹が本土の方にいたんですけど、電話して朝から泣きましたよ。そのニュースを見て、で妹も朝のニュースでそれを見てるので、私はもう夜からこう燃えてる状況を見ていたんですけど、妹は朝のニュースを見て何なのって言ってすごい泣いてました。あれはね、でも本当にもうオープニングでも言ったんですけれども、もうその数ヶ月前にノットルダムがね火災にあって、それでもうワオっていうか、悪い意味のワオね、ちょっとショックで。でもう数ヶ月後に首里ってもう沖縄に住んでたので、その時にやっぱり世界の宝物である首里城のその映像を見て、本当にね僕も泣きました。これは正直な話ですよ。話を持ってるとかじゃなくて、すごい悲しい事件でしたね。涙がもう流れて、ただこの工事されてる作業されてるもの自体もお見せしてるんですよね。そう取り組んでるんですよ。沖縄県見せる復興。それ今日見れたりするのかな。見たいな。見たいな。ね。まあ見れます。やった見れます。ちゃんと連絡入れましたので、次はぜひね、もう皆さんの頑張りも素敵な新たな首里城のもう完成までのプロセスをぜひ見に行きましょう。首里城は何度も火災や戦争を経てその都度再建されてまいりました。2019年の火災で首里城正殿を含む9つの施設が被災しましたが、現在昔ながらの技法と最新技術を融合しながら復興が進んでいます。琉球文化の象徴を忠実に再現することが目標です。さあ、お二人は復興現場で何を感じ、どんな表情を見せるのでしょうか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回首里城の案内をさせていただく首里城公園の解説員という仕事をしております根岸と申します。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、もう首里城の復興を見ていただこうということで、もう5年前になりますけれども、2019年の10月31日で首里城火災で焼けてしまいまして、今現在はその火災からの復元工事というものを行っております。なので実際今の現状としてはもう建物としては割と形はできている。多分想像よりもできてるなっていうふうに見られたら思うと思います。完成が2026年っていう情報は聞いておりましたので、まだ2年ぐらいが残ってるからまだまだかなって思ってたんですけど、意外とそうなんですよ。この後見ていただけると意外とできてるなっていうふうになおさら楽しみですね。思っていただけるかと思います。はい、では、3階から見ていきましょう。早速中に入っていきます。もうできてるじゃん。もうできてるじゃないですか。屋根ほとんど。そうなんですよ。もう、すごい。実は去年の末に建物の基礎的な組み立てっていうのは終わっていて、2024年の1月、今年の初めからはこういうふうに屋根の復元作業っていうのがどんどん始まってるんですね。だって残ってる部分ちょこっとだけじゃないですか。この距離で見れるのって今だけですよね。そうです。これ3階の屋根なので、正殿完成したら見上げるしかないので、これは作られてる技術とかそこら辺は例えば当時の感じのこだわりだったりとかなんか。そう、なるべくこの首里城っていうのは復元する建物なので、復元っていうとやっぱり木材とか材料から作り方からなるべく当時の
ものに近づけていこうっていうふうに作られてますね。下の階とか見たらちょっとこの土台っていうかこのはい、柱とか見れたりするんですか？そうです。おっしゃる通り、建物の土台の部分だったりとか、まだ2階の方ではまたね屋根が違った形に見えたりもすると思いますので、じゃあそれぜひ見に行きましょう。お願いします。お願いします。はい、では2階部分にやってまいりました。なんかこれあれでしょうね、赤瓦が乗る前のそうです。屋根の状態なんですけど、はい、曲線が美しい。あちらがですね、カラハフ屋根なんていうふうに言いまして、こういうアーチっていうか、そうです、アーチ状の丸みのあるすっごい綺麗ですね。これじゃ2階の屋根、正面から見える2階の屋根になるんですか？そうです。正面から見ると曲線も結構綺麗に見えるかと思います。ちなみに気になったのは、職人さんはどういった方が参加されてるんですか？もう本当に職人さんって一口に言ってもいろんな方がいて、今大体いるのは瓦の職人さんだったり、塗装、色を塗る職人さん、漆の職人さんですね。あとはやっぱり建築に関しては宮大工さんが関わってくれていて、特殊な技術をお持ちの、なので本当に宮大工さんでいうと、沖縄の方も、内地から来てもらってる方もっていうようなところで、いろんなところからもう本当に職人さんここに集まって作業されてるっていうような。でもその皆さんのね、県内の方でも県外の方でもその才能と技術と頑張りのおかげであと少しで完成したものが見れるからね。じゃあもう屋根から始まったんですけれども、ぜひ下の、そうですね、実際ね見れたりする、完成したら見れたりする1階を見に行きましょう。行きましょう。はい、では1階部分にやってまいりました。ね、3階から屋根からもう空から降りてきて、こう少しずつ人間界に戻ってきた感じなんですけれども、地に足ついてますけれども、今見ていただいているのが1階部分、首里城正殿の土台ですね。やっぱり柱がこうバーッと立ち並んでいるのが見ていただけるかなというふうに思います。なんか面白いです。全部やっぱり木造っていうことで全部木なんですけれども、お手前の柱、あれは上の方で見たこの曲線になってるこう丸くなってる部分の下あたりになるんですよね。そうです。まさに真下ですね。真下ですよね。さっきの曲線の屋根を支えている柱になりますね。これ黒くなってるんですけど、これは何か？黒くなっているのは塗装の下地塗りなんですね。この下地がですね、下地だけで30工程ほどありまして、30回塗ってるってことですか？そうです。すごいね。で今は中塗り、もうだいたい15から16ぐらい、半分ぐらい終わってるかなっていうのが黒い柱の状態ですね。でその上に最終的に沖縄特有のちょっと赤ベースに金色だったりとかが最終的に乗るってことですね。乗ってくるっていうところですね。すごい。なので多分この後柱全部30工程踏んで塗装をやっていくので一番時間かかると思います。これでも本当に楽しみでしょうがないですね。ありがとうございます。今回のね、本当に全焼してしまったのはすごくショックだったんですけど、実はそれ初めてじゃなかったんですよね。何回も再建されてるんですよね。そうです。再建の回数だけで言えば王国時代だけで7回。こういうね展示されてるものもいっぱいあるんですけれども、やっぱり火事でも残ったものとかもあるんですか？はい、この後、そういう火災の残存物っていうんですかね、そういうのが展示されている場所に行きますので、そちらでもちょっとね説明をしながらこういうものがありましたよなんていう話できればと思っております。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。では、復興展示室というところにやってきました。ちょっと、パネルを見ながらね少し歩くんですが、こういうふうにここはもう本当に平成の復元と令和の復元でこういうところが変わりますよとか、あとはもう本当に防火設備が、こういうふうにパワーアップしますよなんていうのが、展示されてます。なんか復元でも、完全に 100% 同じものではなく、より良くなってるってことですかね。そうです。やっぱり平成の復元から今回令和の復元、やっぱり30年ぐらい時間があるので、技術も変わってたりとかね。技術も変わったり、あと歴史研究で新しいことが分かったりっていうのを今回。なるほど。では、ちょっと右手側をご覧いただきたいんですが、こちらですね。はい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 。でこちらが
火災の残存物、燃え残ったものですね。これはでも火災で落ちてしまったのかな、割れてるっていうことは。そうです。これもともとですね、屋根に乗っかっていた獅子瓦と呼ばれるものですね。日本の内地の方だと鬼瓦っていうのが結構一般的かなと思います。魔除けの意味合いですね。なるほどですね。いや、こうやって確かにね、本当に火災を見た時ママさんも泣いたっておっしゃってたし、すごいショックだったんですけれども、こうやってすごい立派に再建されてることを見て、このショックと悲しみから今日回るだけですごく希望に変わったんですよね。あとやっぱりこの再建のためにも、県内県外国外のいろんな方の協力だったりとか募金だったりとかあって、この本当に希望がすごく強く感じられるのは、みんなの思いがね、そういうところで本当にそれだけ首里城がみんなの心の中で大切な、やっぱりちゃんと再建しなきゃっていう気持ちがあった結果がこの再建であって、でまたその再建が見学できるっていうことを今日は本当にこの作ってる途中いろいろ話を聞く見るだけでその規模がなおさら大きく感じますね。ぜひ皆さんにも今の首里城見に来てもらいたいですね。もちろん完成してからもみんなに見てもらいたいけど、この完成するまでの逆に正体が見れるのは今しかないから、ぜひみんなに見ていただきたいですね。いや、根岸さん今日本当に素敵な案内ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。バーソンさん、今日首里周辺とか城下町散策したじゃないですか。どうでした？いや、もう素晴らしかったし、文化もたくさん感じましたし、いろんな場所に行ってもね、このやっぱり琉球王朝時代から続いてる、なんていうんだろう、気品っていうんですかね、この重要なもう文化としても残っているのもすごくなんか歴史を感じる感動でいっぱいでありながらも、首里の復興活動の頑張りとそこにある希望もすごく感じました。私も実は復興作業を見るの今回初めてだったんですよ。そうなんですね。こんなにね、家が近いのになかなか行く機会がなくて。そっか、すごいね、勉強になりました。逆に近いから行かないという、僕がエッフェル塔を登ったことないみたいな話ですよね。そんな感じかも、そんな感じかも。で、マスさん、実は地域の活性化に欠かせないものがもう一つあるんです。はい、それは何？それはですね、なんかなってきたよ。何？お祭り？すごい。いいでしょ？素敵でしょ？地域ね、活動している青年会の皆さんなんですけど、私は首里の中でもさらに鳥堀町というところの出身なんですよ。今日はその鳥堀青年会の旗頭の皆さんが集まってくださってるんです。じゃあ皆さん、実はこの素敵な鳥堀青年会、そしてもう素敵な旗頭の本物も登場していますので、我々も体験するかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。それではSee you soon! 今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。